皆さん、こんばんは。今日も一日お疲れ様でした。今、皆さんはどこでこの動画を見ていますか？自分の部屋ですか？それとも帰りの電車の中でしょうか？私の周りはもう日が落ちてきて、辺りは暗くなってきました。さっきまで外から聞こえていた車の音や人の話し声もいつの間にか少なくなりました。こういう昼と夜の境目って私は不思議な感じがします。境目というのは二つのものの間のことです。昼と夜が入れ替わるその瞬間のことも境目と言います。実は今日、ちょっと困ったことが起きました。さっきコーヒーが飲みたくなってキッチンへ行きました。お気に入りのマグカップで飲もうと思ってね。でも、そこでショックなことが。コーヒーの粉がもうありませんでした。空っぽです。まだ少し残ってるだろうななんて思ってたんですけど、昨日最後の一杯を飲んだのを忘れていました。皆さんもこういうことありませんか？あると思っていたものが実はもうなかったという経験。冷蔵庫を開けた時に、ああ、卵がなかったって気づくようなこと。で、そのコーヒーがなくなったことに気がついた時、私は、まあいいかと思いました。コーヒーがないならお茶を飲みます。わざわざ寒い外に買いに行かなくても大丈夫です。今日はお茶にしようかなと思います。急須にお茶の葉を入れてお湯を注ぎます。日本のお茶は緑色をしているものが多いです。他にもほうじ茶というお茶は茶色です。私は渋くて大好きです。特にほうじ茶の香りが好きです。急須から湯飲みにお茶を注ぎます。湯飲みに注ぐと湯気が出ます。日本の湯飲みには取っ手がついていません。コーヒーカップのようにお皿も敷きません。日本では湯飲みやカップにコーヒーやお茶を注ぐことを入れると言います。お茶をコポコポーっと入れます。お茶を入れるとき、お茶の葉をたくさん入れると濃いお茶になります。少ないと薄いお茶になります。濃いは味が強いこと、薄いは味が弱いことです。日本のお茶も葉っぱだけではなくティーバッグのものもあります。これは湯飲みに入れてお湯を注ぐだけですぐにできるのでとっても便利です。なので今日はコーヒーがなくてもお茶を飲みます。コーヒーの粉がなくてもお茶っ葉があれば大丈夫です。ちなみに私は家でコーヒーを飲むときはバリスタという機械を使ってコーヒーを入れます。ここにインスタントの粉を入れて、このケースに水を入れてセットします。そして電源を押し、ボタンを押すとコーヒーが出てきます。ここのボタンでエスプレッソやアメリカンなどが選べます。粉ミルクを入れてこっちのボタンを押すとカプチーノやカフェラテが作れます。お水をセットして少し待つだけで熱いコーヒーができます。とっても便利です。でも今日はあいにくコーヒーの粉がありません。でもお茶の葉はありました。コーヒーの粉がなくてもどうにかなるものです。どうにかなる。これは今はちょっと困ってるけど、でもとりあえずやってみれば最後にはなんとか形になると思ってるという感じです。ここで日本のお茶、抹茶についてお話しします。皆さん、
抹茶って知ってますか？抹茶というのは、お茶の葉をパウダーに細かくひいてお湯に溶かして飲みます。味は苦味が強いですが、コクがある感じです。いい抹茶は苦いだけじゃなくて、まろやかで香りが強いと言われています。日本の茶道でよく出てくるのが抹茶です。なので、日本のお茶というと抹茶を思い浮かべる人が多いですね。抹茶は飲むだけではなくて、抹茶アイスとか抹茶ケーキとか、あと抹茶ラテ。海外でも最近は人気があります。この抹茶は本格的には茶筅という竹の道具でシャカシャカシャカーと泡立てて飲みます。ちなみにこの泡立てる動作のことを抹茶を立てると言います。そしてさっきちょっと出てきた茶道について。茶道？何？って思った人もいると思うんですが、茶道とはすごく簡単に言うと、主人が抹茶を立てたものをお客さんに出す。この動きの流れを茶道と言います。見たことある人いますかね？茶道にはいろんな日本人特有の考え方が入っています。その考え方については、ここで話すとちょっと長くなるので、いつか動画にしたいと思っています。そして、ちなみにこんな場面も見たことがある人もいると思いますが、この赤い傘が立っているところ、これを野立てと言います。野立ての野とは外のことです。外でお茶を立てるので野立てと言います。京都とかでね、よくこういう場面が見られるかもしれません。話を戻すと、今ここには抹茶がないので、私は緑茶を飲むことにします。これでやっと一息つけそうです。皆さんは一息つきたいときは何をしますか？何かを飲んだりしますか？はい、今日はここまでです。今日も最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは、またね。